はい、こんにちは、としぼうです。今日はですね、じゃじゃん。今日もですね、じゃじゃん。また段ボールが届きましたんで、こちらをね、開封していきたいと思います。まあこれもね、大したものではありませんけどもね。はい、オープン。じゃーん。はい、楽天コボセイジっていうね、新しいね、タブレットというか電子書籍リーダーが届きましたんでね、こいつをね、アンボックスしていきたいと思います。これね、新しいやつなんですよね。僕この間ね、違うのを買おうとしたら、新製品でこのね、コボセージってやつとコボリベラ2ってやつがね、出てたんですけども、どうせ買うならね、新しいやつがいいし、ちょっとね、高かったんですけども、上位機種のコボセージの方にしてみました。はい、これじゃあね、とりあえずね、開封していきたいと思います。あ、これもね、アップルみたいな感じで、ここペリペリ剥がすやつですね。ペリペリペリ。これを開けて、じゃ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 ーん。じゃじゃーん。こんな感じです。はい。で、中身の方は、これがね、本体です。と、この中に、はい、ケーブル、USB-C ですね。USB-C。よかった。USB-C ケーブルが入ってます。以上ですね。ここにね、クイックスタート&ガイドっていうのが入ってるみたいです。まあ、こんなペラペラの紙と、保証書と、あとはカスタマーサービスの連絡先です。が入ってました。あ、もう一枚入ってるな。なんだろうこれ。英語のなんかいろいろ書いてあるやつです。ここに電源ボタンがありました。ここに。これもじゃあペリペリ剥いじゃいますね。ペリ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 ーン。ピリリ、あれこれはついたままなんだ。あ、すごい。はい。これで、後ろの電源ボタンを長押しします。お、来た。あ、言語設定みたいなやつがありますね。上下逆さまだった。日本語。べし。楽天コボへようこそ。Wi-Fi をセットアップ。タッチパネルの反応は結構いいですね。で、更新をダウンロード中。サイズ感ね、いいですよ。結構大画面で、画面も大きいですし、大画面で画面も大きいですしってね、当たり前ですけど。なんで、ここのね、この余白の部分がね、持ち手になっていいですね。で、これは物理ボタンがね、こうついてるんで、ページ送りはね、これでできるんですよ。そこがね、また購入のね、決め手となったポイントでもあります。まだまだ更新の準備中。まだまだしばらくお待ちください。更新中。画面も見やすいですね。いいですね。まだ電源を触らないでください的な感じですね。はい。来ました。で、楽天の ID でログインっていう風に出ますんで、ここにめんどくさいな、これ。はい、今ね、長いパスワードをしてたんで、ちょっとめんどくさかったんですけども、入力が終わりました。はい、という感じで、じゃじゃーん。もうね、楽天ブックスで買ってる、電子書籍の方が同期されました。はい、という感じでね、楽天コボ、セイジ、詐欺じゃないですよ。セイジの方をね、開封しました。これのね、特徴としましては、まずですね、このスクリーンがね、フラット。ここ真っ平らなんですね。こう段差もなくて、フラットな8インチ、結構でかいですが、8インチの画面になっております。それでですね、なんと防水機能もついてるんで、お風呂場でお風呂に入りながら読むこともできます。先ほども言いましたけども、ページ送りのボタンがついてます。物理ボタンがついてるんでね、結構片手でね、操作するのがしやすいかな。ページめくるのにね、結構こうやってスワイプするのがね、めんどくさかったりするんで、片手でボタンが押せるのがいいかと思います。はい、それで、バッテリーの容量の方は、数週間持続します。この電子ペーパーのね、電子書籍リーダーならではのこのロングライフなバッテリーになっております。メモリーの方が 32GB になっております。だから漫画なんかもね、結構入れて読むことができるんじゃないかなと思います。コミックで約700冊分らしいです。
十分ですね。で、テキストベースの書籍だと28,000冊分の書籍が入るそうなんで、まあまあ心配することはなさそうです。で、解像度の方が HD ですね。1920×1440 になっております。解像度がね、300ppi になってます。で、重さがですね、240g。まあもう実際持った感じも非常に軽いんですけども、とてもいい感じです。やっぱこれぐらいのね、軽さがいいですね。で、最後にね、もう一つの特徴として、僕がね、もう一つ買ったオプションがあるんですけどもね、まあ僕はケースとか買ってないんですよ。まあ裸で使うのが一番いいかなと思って。まあ、ちょっとね、高いもんなんで気になるんですけども、やっぱりなんかちょっと画面を覆う、なんか入れ物かスリーブかなんかが欲しいですかね。はい。で、それでね、もう一つね、買ったものとかこれです。スタイラスになります。楽天コボのコボスタイラスっていうね、これもね、結構高い。これも5000円ぐらいしたんですけども、まあなんかこれスタイラスで書き込みができるっていうんで買ってみました。でね、ちょっとね、その反応をね、どれぐらいかなっていうのを見て、じゃーん。はい。これは何だろう、説明書かな。で、はい。スタイラスが入ってます。鶏肉。じゃーん。こんな感じ。なんかボタンもついてますね。こんな感じです。ちなみにね、Apple Pencil 2と比べると、長さはね、だいぶ短い感じです。こんな感じです。太さはほぼ一緒かな。コボスタイラスの方が金属感がある感じです。ひんやり、手にひんやりします。で、先っちょがですね、これ見えるかな。こんな感じの、なんかちょっとこう、スイッチみたいになってるんかな。この、ちょっと動きのある感じの先っちょです。あ、電池こんなとこに入ってました。なんかすごい、これは何だろう。単4よりも細いのかな。これ単4と比べますけども、単4よりも細い電池です。日本の規格であるのかな。単 6？トリプル A じゃなくて4つ A がついたやつですね。これ電池切れたら買うの大変だな。はい。それじゃあね、電池を入れてみます。はい、入りました。で、これで反応するかな。ホーム。あ、反応した。で、なんか例えば適当な本に、書き込みができますでしょうか。はい。こういった画面になりますけども、書き込みってどういう感じで。あ、書けてる。これ、大丈夫？消せる？まあ、じゃあちょっとね、書き心地の方をこれで、書いてみたいと思います。すごく、ちょっとたまに遅延しますけど、すごく追従性はいい感じですね。これなんかメモアプリとかあるのかな。まあ、若干ね、遅延する感じはありますけども、今までのね、こういったね、電子ペーパーのタッチパネルに比べると、すごくね、反応がいい感じですね。ちょっとね、遅延はありますけどもね、普通に書くのにね、困らない程度の、書き心地で非常にいい感じです。ペン先も細いですしね、書きやすいです。これね、もうちょっとね、機能をきちんと調べて、電池持ちが心配ですね。電池なくなったらなかなか買えないなっていうのが心配だったりしますけどもね。はい。じゃあこれでね、ちょっと僕、楽天経済圏にいるんで、結構ね、毎月一冊ね、なんか楽天の本買わなきゃいけなかったりするんですよ。買わなきゃいけないってことはないんですけど、ポイントがね、つくんで、1000円分の本が500円ぐらいで買えたりするんで、実質ね。なんでね、楽天の本が増えてきたんで、これを買ってみました。結構高いんですけどね、これもね。まあでもね、読書がね、はかどるんであれば、これもね、いい買い物じゃないかなと思います。もう非常に、やっぱりね、高いだけあって、質感もいいですしね。後ろもね、これ、なんかちょっとしたラバーコーティングですね。手触りも非常にいい感じです。で、電源は、これをワンタップすると、スリープモードで長押しすると、電源オフになりました。電源オフでもね、こうやってきちんと、読んでる本の表紙と、読量まで何時間っていうのが出てますね。こんな感じです。大事なこと言い忘れてました。いくらで買ったかっていうことなんですけども、おおよそですけども、これがね、定価が38,000円。高いです。38,000円するんですけども、税込みね。楽天のね、
お買い物マラソンとかで結構ね、ポイントがついて、僕が買ったのは小島で買ったんですけども、2万2000円ぐらいで買えました。8000ポイントぐらいついたんで、かなりお得に買えたかと思います。はい、以上でした。はい、スタイラスの使い方もね、わかりましたんで、簡単にレビューしたいと思います。まずね、スタイラスのね、ボタンがね、2つついておりまして、ペン先側のボタン、これを押してる間は、スタイラスが、マーカーになります。押してる間、マーカーになるボタンです。で、もう一つのボタンの方が、消しゴムボタンになりまして、押してる間は消しゴムになるボタンです。これね、なかなか使い勝手はいいかなと思います。で、もう一つね、コボ側のね、ノート機能と組み合わせて使う時の簡単な、テキスト変換なんかもできてね、意外とね、多機能でした。その他の方からノートを選んでいただきまして、で、新規を押します。で、ここでまあ適当にね、テストとか入れてもらって、で結構ね、文字変換なんかもそんなにね、トンチンカンな感じじゃなくて賢い感じで変換してくれます。で、多機能ノートっていうのを選びます。多機能ノートっていうのを選んで作成します。するとこういった形でね、ノートになりますけども、ここに、例えば、こんにちは、お願いします。今日は良い天気です。まあこんななんかありきたりなことを書くんですけども、これをね、指でダブルタップしますと変換してくれるんですよ。今日は良い天気です。なんかね、変なスラッシュは入っちゃいましたけども、こっちもね、ダブルタップすると、はい、こんにちは、お願いしますっていうのがきちんとね、変換されました。これね、なかなかすごいですよね。こういったテキストは、このまま、こう移動もできます。はい、こんな感じでね、またこれをね、ダブルタップしますと、今度はこういったグラフィックになるのかなこれは。グラフィックになります。はい。結構ね、こう難しい、書けない。挨拶こうか。はい、なんか違うな。まあ、挨拶と書いたとします。これ変換できるかなあ、挨拶。変換できましたね。はい。これ結構ね、賢いんじゃないかなと思います。これね、結構なかなか実用的でいいんじゃないでしょうか。それでね、これをね、書き出すことももちろんできまして、エクスポートで、USB ケーブルつないだパソコンにも送れますし、ドロップボックスの方にも、書き出すことができます。なかなかね、使い勝手いいんじゃないでしょうか。まあこれはもうちょっとね、図形を挿入とかね、フリースペースを挿入、もうちょっとね、使い方をね、詳しく僕の方がね、勉強しましたら、これね、もうちょっと具体的に使いこなせるようななんかレビューができたらいいかなと思います。はい、すごい悪くないですね。いい感じです。ちょっとね、これでね、ガンガンね、読書していきたいと思います。それじゃあね、今日も最後までご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録、いいね、評価、よろしくお願いします。それじゃあね、バイバイ。